バスタフェローズレディオショー。皆さんこんばんは。リンボフィッツジェラルド役のケンです。そしてはい、皆さんこんばんは。スケアクロ役の白祐介です。はい、ということでこの番組は全世界累計販売本数20万本を突破したシネマティックアドベンチャーゲームバスタフェローズの最新情報を交えつつ、バスタフェローズ略してバスタフェの世界観や魅力をお届けしていく番組でございます。イエーイ。いやもうしれっと言いましたけど、しれっと言いましたね、はい、なんと20万本も20万本、ついこの間なんか15万本とかって言ってましたけど、すごいですね。いや売れてますね。売れてますね。ぶっちゃけ売れるとてますね、バスタフェローズ。はい、まあ全世界に展開しているということなので、そう累計もねちょっとねこうラグがあったりとかもしますけれども、はい、とにかくもう20突破していると、大変ありがたいことでございますよ。そしてね、今までもバスタフェを応援してくださっている方にね、朗報です。朗報。なんと、バスタフェレディオが、バスタフェレディオショーに名前を変えて動画番組として帰ってきました。これね、これバスタフェローズレディオショーなんですね。そうです。はい、タイトルも決まりまして、いや良かったです。こうして皆さんの元にね、帰ってくることができて、まあラジオはラジオでね、それもそれでやっぱり魅力的で楽しかったですけど、声だけでしたけれども、今回はもう動画ということで丸裸ですよ。丸裸ではないですもう隠すものは何もないですから。もう、まあ顔とかに出ちゃいますからね。ケンさんもすぐなんかイラッとした顔したらもう分かっちゃいますからね、これね。音でごまかせないと。音でごまかせないですから。そうそこ気をつけていかないといけませんね。気をつけないと。白井さんもあれですよ、俺がなんかこうエピソードトークしてる時とかなんかラーメンすすったりしても興味のないバレますからね。俺バレてもいいですよ全然。さすがに本番中ラーメンはちょっとね、食べたことない。まだちょっとチャレンジしてないですけど、まあ動画といえば今我々が着てる服もね、そうね、見てください。いいでしょ、キャプテンジンジャーの色味も合わせて T シャツ。上はこれ僕が持ってきたら安い。いや、いいですね。もう I love UC。いや、今日スタッフさんがいろいろ T シャツ持ってきてくださって、どれがいいかななんて悩んでたら、これいいんじゃないですかなんてことで、これを着させていただいてますけど、テンション上がりますね。ということで、今まで応援してくださった方はもちろん、初めてねこの番組に触れたという方もね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもね楽しくやっていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてですね、番組ハッシュタグは以前と変わらずバスタフェレディオのままでございますので、ぜひねタグをつけて番組の感想などをどしどしポストしていってください。それでは早速始めていきましょう。バスタフェローズレディオショー、鮮やかな悪に染まれ。バスタフェローズレディオショー。改めましてこんばんは、ケンです。白井祐介です。うわ、たっぷり尺使うじゃん、動画だからって。裏社会のボスですからね。くるっと回ってね、あれやりたいんだけど、ちょっとこのイヤホンもしてるしね。そうなんですよ。くるくる回りすぎちゃったりみたいなね。回れないもね。そうなんですよね。いや、そうですね。音声だったら今のも完全に放送事故でしたけど。いや今のいけたでしょ。あれぐらいだったら1秒ちょっといけたでしょ。いけるか。いけますか。なんならやってましたよ、我々。やってました。もっと長い多分切ってくれてんだよね。そうでしょうね。早くも動画の可能性を感じる展開ですけれども、さあということで、もしかしたらねバスタフェレディオを知らない方やバスタフェローズというね作品もねまだ知らないよなんて、この番組から見始めたよという方もいらっしゃるかも。ひよっこちゃんだね。もう急なんかマウントすごいな。ちょっとねはしゃいでますね。はしゃいでます。動画なんで。いるかもしれない。確かにいらっしゃるかもしれないので。かぶっちゃった。
さあここで、簡単にですね、バスタフェローズという作品について説明していきたいと思います。はい。バスタフェローズは映画を遊ぶというテーマで制作された2019年12月発売のアドベンチャーゲームです。2023年5月には続編バスタフェローズシーズン2も発売されました。この作品はアメリカ東部にある架空の街ニューシーグで起こるさまざまな事件をチームで解決していくというクライムサスペンス作品で、私が演じるリンボ・フィッツジェラルドは悪徳弁護士として有名なのですが、ある日、弁護の依頼をしてきた見知らぬ男にあなたは死んでしまう運命だったと言われるところから物語がスタートしていきます。いや、つまりお前はもう死んでいるということですね。なんか違う名言が出ちゃいましたけど気になるね、これ知らない人にとっては、どういうことなんだろうと思いますよね。はい。そして続編となるシーズン2では主人公テウタとリンボ、シュウ、ヘルベチカ、モズ、そしてスケアクロウの5人のその後を5本の遊ぶ映画としてお届けしています。5つの物語に共通したテーマは変わるか終わるか、キャラクターたちの成長と変わっていく関係性を新しい登場人物も交えて描いたストーリーになっております。そしてですね、この2作品の他にも同じ世界観でお届けしているゲームサイドキックスビヨンドが2025年に発売、クロスオーバーエピソードとしてバスタフェローズのキャラクターたちががっつり登場しています。もう結構な尺、お邪魔してますよね。もうそう、クロスオーバーエピソード自体がすごくね、がっつりとしたボリュームなんで結構ね、そうなんですよ。なのでね、ぜひぜひ楽しんでいただきたいんですけども、さあそしてそのバスタフェの魅力を世の中に広める番組として、我々の番組バスタフェローズレディオが200回、200回でもう散ったんですね。散ったとか言わない進化したという話ですから。なるほどね。動画番組にね、そうか200回、約4年間にわたって4年か、放送配信してまいりましたけども、だから中の話をすると、中の話をいたしますと、中の話、隔週でね会ってましたね。そうですね。毎週更新のラジオだったんでね。放送の2週ずつね撮らせていただいてましたけど、やってましたね。もう4年ですか。いや、4年やってたんですね。長かったような、短かったような、長かったような、楽しかったような、楽しくなかったような。楽しかったわい。楽しかったよ。いろんなねスタッフさんが体張ってくださったりとかね、ありましたね。ありましたよ。だからこの動画になったことで、もしかしたらね、ちょっと出てくださるかもしれない。いや、そうですよ。可能性広がりましたよね。やっぱり動画ならではの。あれね、水中で水の中に顔をつけてなんて言ってるでしょうみたいなやつも、あれを動画で見れるかもしれない。ここでね他にもね、いろんな企画がね、これから待ってるかもしれませんから、そういったところもね楽しんでいただけると。楽しみですね。これゲーム以外でもね、グッズやコラボなどさまざまな展開をねしていきます。今もしてますしね、ぜひ概要欄にあるバスタフェ公式 X 公式サイトをチェックしてみてください。お願いします。さあバスタフェの紹介が終わったところでですね、早速リスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。ちょうだい。いきますよ。アザネームアバイさんからいただきました。アバイさん、ありがとうございます。ケンさん、白石さん、スタッフの皆さん、こんばんスタッフェ。こんばんスタッフェ。初めてのお便り失礼します。ありがとうございます。バスタフェレディオの動画配信開始おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私は今年の1月中旬にバスタフェの作品を購入後プレイしてドハマりした新参者でございます。ありがとうございます。ね、乙女ゲーム自体も、初めてで、そうなんだ、どんな感じのゲームなんだと思いながらプレイしてみたのですが、これが本当に面白く、ストーリーもキャラクターたちの掛け合いも最高で、笑ったりハラハラしたり、時には胸を打ち抜かれるシーンもあったりと、情緒が忙しかったですと。そうですね、結構シリアスなね話もありますし、バスタフェローズ1を終えて、YouTube で関連の動画がないかなと探してみると、ラジオ番組を配信していることに気づき、最新の動画を拝見しましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらなんと第200回目にして番組終了。そっか。そうなのよ。い
きなりね、もっと早く手を伸ばしていればと後悔してましたが、番組が動画配信となって帰ってくると知り、大歓喜です。よかった。これからもお二人の小粋なトークや掛け合いのある番組を楽しみにしながら、バスタフェローズ2とサイドキックスビヨンドをプレイしていこうと思います。そうですね、まだまだ楽しみがいっぱい待ってますね。そうですね、アバイさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからね、動画でさらなるパワーアップが、そう我々の小粋なトークをね、小粋すぎてもうなんか、大粋になっちゃうかもしれないよね。同じボケがなんとこれが4年も絆かやってますから。そうですよ。ありがとうございます。久々だったでしょケンさん、今日会ったの。そう久しぶりだった。ね、1ヶ月久々に会ったと思ったんですけど、なんか僕がエスカレーター上がってる時になんか後ろからなんか撫でられて、なんか足の裏、足の裏じゃない足の裏はもう妖怪よ。それはそこ行けんのはなんかツーみたいな感じで撫でられて、うわキモっと思ったらケンさんだったんですよ。いやそんな盛るなよ。盛るなよ、キモいよって言うなよ。本当でしょ事実でしょ。傘の絵でね、傘の絵で、ふくらはぎをちょっとこうトントンって言いましたけど、怖かったな。いやでもなんかね、やっぱ会うのも今日も久しぶりですよね。そうだって1ヶ月以上ぶりか。だって今までコンスタントに各種でお会いしてましたし、他の現場でもねちょこちょことあったりもしてましたから、もう1ヶ月も空いちゃってなんか寂しいなと思って、いや寂しかったよ、どうなんて言ったら、ケンさんの存在忘れてましたっていうね、もうそれぐらいの小粋なトークからやっぱり僕たち始まりますから、回る前からね、やっぱそういう関係だから、アイドリングトークもね、はい、もう出来上がってますから。さあ続きましてアザネームイブさんからいただきました。ありがとうございます。ケンさん、しです、こんばんは。そしておかえりなさい。ただいま。この数年毎週バスタフェレディを聞くことが習慣になっていたので、ロスに陥ってアーカイブを聞いたりバスタフェを再プレイしたりして過ごしていました。ゲームを再プレイして改めて強く感じた魅力がバスタフェキャラの紡ぐ言葉です。特に好きなのがテウタちゃんの理解しきれなくても分かろうとする人間でありたいなのですが、何度このシーンを見ても初回の衝撃を忘れられません。相手の感情は相手にしか分からないから闇雲に共感をしない、でも寄り添おうとする姿勢が温かくて、底なしに優しくて、そんな人間に私もなりたいと思わせてくれました。リニューアルして早々長々とバスタフェ語りしてしまいましたが、それくらい今も色あせず大好きな作品です。これからの展開も楽しみにしています、ということでありがとうございます。なるほどね、確かにこういうそのセリフとか、ストーリーとかってやっぱりこうね、やるタイミングとか、その状況とかによって感じ方って変わってきますからね。そういうのも、久しぶりにやったらまた違う感じ方がしたりとか、そういうのもいいですよね。しかも僕らがセリフ取らせてもらってて、僕自身がすごい強く思ってたのは、なんかもちろん物語なんですけど、やっぱりすごくこう、どうしました？いや物語なんですけど、話し言葉とかもすごくこう洗練されていて、そうですね。なんかすごくこう没入しやすかった印象があるんですけど、聞き手側、つまりプレイヤーの方々もそういうふうにこうよりね没入していただけていたのであれば、僕らとしても嬉しいですし、そうですね、脚本書かれた峰高さんもね、やっぱりね嬉しいと思ってくださるんじゃないでしょうか。さっきからね、ケンさんのこのハートがね、この線でなんか割れてるみたいに見えちゃってさ、イヤホンの、それでちょっと面白おかしくなっちゃったすぐ突っ込んでよ、じゃあ。いや、ね、でもなんで泳がしたの？いい話してたからケンさん。その時に気づいたってこと？そう。じゃあ右にするか、じゃあ。いや、いいよ。ハートブレイク券でいいよ。ハートブレイク券やだろ。どうしてずっとブレイクしながら動画撮影してなきゃいけないのよ。してないのに。ハートアライブよ。どっちかって言ったら。さあ次の一言余計だったかな。これだからね、滑ったところも全部映像でこう抜かれちゃいますから。カットとかできないんですか、これは？カットはだからもうそれはもうね、よっぽどのことがあったらあります。スタッフさん次第かな。すごい渋い顔するじゃないね。じゃあ今からちょっと黙ってみます。
いやちょっと押してるんでさあ次行きましょう。アザネーム、パンダ星子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンさん、白井さん、こんにちは。こんにちは。バスタフェレディオの時から楽しく拝聴しており、ありがとうごこざいます。の度新しく生まれ変わるバスタフェレディオショーが始まるのを楽しみにしております、今回お二人に言うのは大変心苦しいのですが、何じゃあ言わないでください。いやおしまいです。おしまいですなわけないな。読みます、大変心苦しいのですが、レディオショーで改善してほしいこと。ちょっとこれは貴重な意見ですよ。金言かもしれない。そうですね。なんだろう。賜りましょう。それは、峰高さんからのメッセージを読み上げるときに登場するケン峰高さんと白井峰高さんについてですと。あれダメかもう。いやちょっと説明しておきますと、峰高さんのお言葉を我々でこう代読させていただくときに、僕らの勝手な峰高さんのイメージで喋っちゃってる節がありまして、ありましたね。そのことについてちょっと物申しておられるくださっているということで、毎回お二人の偽峰高さんのお言葉が面白すぎて全く頭に入ってこないので、そっちバスタフェレディオショーでは字幕をつけたなるほどね。これ映像だからできますよ。いやでもスタッフさんの労力はすごいことにはなります。逆にもっと面白くなっちゃう。っていうか俺らが普通に読めって話なの。でも面白いから求めてるんじゃない、パンダ星子さんは。偽峰高さんファンもいるかもしれない。どんな顔して読んでんだろうっていう、あとあれを動画でどんな顔して読んでんだろう。ボイスチェンジャーとかじゃねえだろうな。配信とかでねやったことはありますけれども、確かにね。できればザマゾンさんにもお願いしたいです。ザマゾン字幕いらないでしょ別に。ザマゾンさんとは白井さんがたまにキャラ変することがありまして、そういう時の中の一人、準レギュラーですね。他にもね何人かいらっしゃるんですけども、たまにね、そういう時も字幕をつけてほしいということでございます。確かにね、急にキャラ変したら分かんないもんね。ちょっとザマゾン滑舌悪いからね。確かにちょっとベロが大きいのかな。ちょっと歯がもうないから何その設定どんどん追加されていくじゃない。はい、ということで今後も愉快なケン峰高さんと白井峰高さんの登場を心待ちにしています。よかったよかった。ことで、いやもうなんか改善というかなんかすごく懐の広いところをね。本当そうですよ。パンダ星子さんありがとうございます。ありがとうございます。いや今後どうなるんでしょうね。もし字幕がなかった場合は、僕らでちゃんと滑舌よくやってくださいっていうことなのかな。そうですね。ちょっと僕らもだからちゃんとこう技術でちゃんと聞かせつつも、面白おかしくっていうのを目指さないといけないですね。はい、ちょっと表情管理とかもしながら。普通のこのねトークとかでも、自動字幕になった時に全然変換してくれないかもしれないです。だからそういうところでもちょっとそう日常からやっぱり気をつけていかないといけない。確かにそうですね急に気をつけていきましょう。はい、そうしましょう。じゃあ次お願いします。かしこまりました。続きまして、つまんねえだろアザネームこんなアザネームスキャクロー邸入居中の築地のティクさんからいただきました。ありがとうございます。男性の方ね。久しぶり。ケンさん、白井さん、峰高さん、こんばっさフェ。こんばっさフェ。僕の最近のバスタフェカツのお供は、沖縄とのコラボウイスキーです。情報が出たその日に2本購入、早速飲んでみると癖も少なく炭酸水で割ると大変飲みやすいハイボールになるのです。そうですね。食事中はもちろんバスタフェやサイドキックスをプレイしながら飲んでいるとやっべ僕大人という気分になれます。なくなるのが本当に惜しいので大事に飲んでいます。お二人は飲まれましたか、ということでございますけれど、こちらですね。写真も送ってくださったんですね。そうこういうことも見せれる。見せれるのよ。いいね。リアルタイムでこうやってありがたい。おしゃれに写真撮ってくださっていいですね。正弘酒造さんのね。カスタム。どうですケンさんは。ケンさんもお酒好きですもんね。そうですね。そういやウイスキーもいろんな飲み方あって、もちろん炭酸でね、
飲むのもいいですけど、ストレートも美味しいし、お水をちょっとだけ入れるトゥワイスアップっていうのも美味しいし、ロックも美味しいし、なんかその日の気分とか、食べ物に合わせてやるのもいいですけれども、なんかとある、飲み方最近ちょっとハマってるっていうか、興味があるっていうかがあって、まあ普通に氷入れて炭酸入れて最後にウイスキーをちょっとこう上からかけて氷入れて炭酸入れてウイスキーと最初は濃いんですよ。下はちょっと薄いんですね。そう、だからそのグラデーションが楽しいみたいなのもあるんで、いろいろ試していただけたらいいかな。コンビニのカフェラテみたいな感じね。あ、そうね、確かにその濃さが違う部分を楽しむみたいなね、断層がね、ありますね。なるほど。いや、いいですね。お酒飲みながらちょっとねこうゲームやるっていうのもね、やっぱ楽しいですから。そうですね。まあまだ飲めない方もねいらっしゃるかもしれませんけども。ああ、そうですね。はい、ありがとうございます。はい。さあ、こんなところでございますかね。はいはい。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。メールは概要欄にあるメールフォームからお送りください。bfr@joqr.net 宛てに直接メールを送っていただいても大丈夫です。これからも皆さんのお便りお待ちしてます。バスタフェローズレディオショー。バスタフェインフォメーション。このコーナーではバスタフェローズ作品関連の情報を皆さんにお届けしていきます。バスタフェファンなら見逃せないパーティー、バスタフェローズプロムが7月5日日曜日中野ゼロ大ホールで開催。昼公演夜公演の2公演があります。早速本物だったんですね。全然今の内容が入ってきてないんですけれども本物だったんですねって何？早速本物だったんですねって何？いや、なんか生でこう見れてよかったなと。あ、そうです。会場は中野ゼロ大ホール、なんとキャパは1000人以上。これすごいですよ。いや、ありがたいですね。はい、タイトルにあるですね、プロムとはアメリカで卒業前に行われるフォーマルなパーティーのことでですね、学生に人生の節目を祝う特別な夜として知られていますが、大人も楽しめるドレスアップイベントとしても広く親しまれているというプロムでございます。結構カチッとしたイメージ、フォーマルなね格好で、そうそうそう、あ、今イメージ映像が本当に、すげえかっこいい。これちょっと内容少し言っていいのかな。これ出てんのかな、この時には。まだ出てない。階段、赤い階段があってさ、みんながこうラインナップして勢ぞろいしてレッドカーペットみたいなポーズ取ってますけど、かっこいいですね。いいですね。手歌はドレスでね。後ろは記者さんなのかな。なんかちょっとカメラのフラッシュみたいに。みんな胸元にバラがね、バラを刺してる。いや、かっこいいですね。これはいいですね。こういったイメージで。なるほど、華やか。さあ、早速出演者を発表しましょう。手歌役近藤由衣さん、主役細谷義正さん、ヘルベチカ役吉野博之さん、モズ役福山潤さん、そしてスケアクロー役の白井祐介さんと、リンボ役の私ケンももちろん出演いたします。さあ、バスタフェ初のメインキャスト6人全員集合イベントでございます。満を持してね。いや、ですよ。はい、字を満してちょっとなんかそこ詳しく詳しくいかなくていいの。本当ですか。はい。さあ、まあ今までイベントだったりとか、あとはラジオでもねゲストでお越しいただいたりなんてことありましたけど、これだけこうねずらっとね集合するってことは初でございます。気になるね、楽しみ。さあ、このねイベントのために特別に書き下ろされた朗読劇をやることが決定しております。やっぱりね、これはね外せないでしょう。そうですね、朗読劇は。書き下ろしなんでしょうか、それとも書き下ろしじゃないんでしょうか。書き下ろしって言ってたよさっきつい3秒前に書き下ろし話を聞けっていうね言ってたよ。さあ、どんな内容になるんでしょうかね。なんと昼と夜で内容が違うそうです。さすがです。また大変ですよ、執筆活動も。いや、そうですよね。全員いるしね。どんな内容、ここ予想しちゃう？未来予知する？
やっぱなんかあれじゃない、そのイフみたいな。イフね、うん、そういうのもね、なんかまあグッズとかでもね、学生のやつとかもありましたから。そうあ、プロムのだからお話なんじゃない、やっぱりそこでしょう。俺はね、SF 行っちゃうと思う。あ、行っちゃう。どこ？宇宙。いいですね。金星とかに。金星なんで？人が住める環境ではないみたいな。暑すぎるでしょ。まあお隣ではありますけど、やっぱこう日常と全然違ったシチュエーションでっていう可能性もありますから。いや気になりますね。これちょっとネタバレになっちゃったかな。まあどうでしょうね。ぜひね、答え合わせは皆さんね、そうですね、はい、現地でしてみましょう。そしてですね、朗読劇の他にもバスタフェファンなら楽しめる内容を詰め込んでお送りしますので、ぜひプロムに参加してください。はい、そしてですね、チケット発売も決定いたしました。チケット最速先行予約としてエクステンドチケットにて3月27日金曜日から予約受付開始となります。もうちょっとだ。はい、先着順ではなく抽選となりますので慌てなくて OK なんですけれども、忘れないようにね、皆さんぜひね、27日から早めの方がいいんじゃないかなと。そうですね、安心しますからね。でチケットはですね、一般席のほか特典グッズ付き席、そしてスペシャル席の3種類ございます。特典グッズはこの会場チケットでしか手に入らない限定グッズが付いている席ですね。そしてスペシャル席はさらに会場前方の席を確約でゲットできるという席でございます。なんか松竹梅みたいな感じですね。なんか3種類のね。松竹梅じゃん。まあいいか。はい。いいじゃん。別に同じじゃない。そうですね。そうですね。チケット販売の詳細についてはですね、バスタフェローズ公式 X 公式サイトをご確認ください。はい。そしてもう一つお知らせございます。もう何？はい。いきますよ。バスタフェ in テキサス開催決定。テキサス。テキサス出た。テキサスですよ。もう言うだけでマグナムですね、今の音はね。確実にね、剣のマグナムが炸裂しましたね。もうなんかわかんないけどそこまでにしといた方がいい。さあ、アニメゲーム日本文化を楽しむファンのための大規模イベントウィーブコンがテキサスで開催されるんですね。はい。で今回そのウィーブコンになんとバスタフェローズも参加することになったんですね。いやテキサスといえばやっぱりね、カウボーイとかガンマンとかってイメージですけど、ビーフジャーキーみたいなイメージね。ビーフジャーキーもそうですね。ありますけれども、はい、テキサスでございますよ。行っちゃう？いける？できっちゃう？できる？軽率に敵ってみちゃうね可能性ありますよ。ちょっと遠そうだけど。確かにね。遠そうだけども行きたいですよ。こちらですね、現地時間の4月3日から5日までの3日間、アメリカテキサスのゲイロードテキサンリゾート&コンベンションセンターで開催されます。4月3日結構もう間もなくですね。すぐだよ。すぐだよ。はい。どうなんでしょうかね。チケット取んないと。チケットどうなんですかね。はい。でどういう？俺だけでも。なんで？いいじゃん。あなたもう言ったじゃん。いや、ロスったじゃん。ロスったけど敵利択もある。そう。欲張りだな。欲張りなんですよ。でですね、こちらのイベントなんですけれども、会場だけでなくテキサスの各所で展開しているレストラン、山居酒屋でコラボカフェも開催されます。なんと、コラボメニューのなんかサンプルが載ってるけれども、美味しそう。もう結構決まってますね。うどんとか。何？オムライス言っていいのかな。あとカレーみたいな、ハンバーグみたいな、サラダ美味しそう。大体誰が何のメニューかって皆さん今ねパッとこう思い浮かべてるかもしれない。お刺身か？刺身？なるほど。いいですね。そしてこれなんだこれ。何？
なんかカツかつお節乗ってるよ。カツだ。牛カツ？へえ、面白い。美味しそう。いやーいいですね。めっちゃ今よだれ出てきちゃった。ちょっともっと出してもらっていいですか？なんで？いや動画なんで、せっかくの動画なんで。いやそういう見せ方。あとほら、今さっきも見せてもらいましたけど、まさにカウボーイの姿のキャラクターたちが、衣装がね、格好もね。うわ、いいじゃん。手打った、いいじゃん。うわ楽しみだな、テキサスね。こちらね、バスタフェインテキサスではオリジナルグッズの販売やスペシャルノベルティのプレゼントなども予定しています。もちろん現地に行けない皆様のために日本での展開も予定しています。ぜひ続報をお待ちください。以上、バスタフェインフォメーションでした。暇だな。なんだよクロ、お前また暇してんの？またって言うな。いつもは超絶ウルトラ忙しいの。今はたまたま暇なの。裏社会のボスが暇な時ってめったにないぞ。ほらリンボー、今ならちょっと付き合ってやってもいいよ。いや、俺は別に。いいじゃん、一緒に暇つぶそうよ。そうだ、ほらこれさっきチューブで見たんだ。これか。俺は結構得意だよ。学生の時よくやったし。マジで？いや、俺だって負けねえし。よーし、じゃあその暇つぶし乗った。クロちゃんの暇つぶし。ニューシーグの高級住宅街バターフィールドの一等地にある大豪邸スケアクロー邸、ここではリンボやスケアクローたちがルームシェアをして生活しています、そんなシェアハウスで楽しく過ごすための暇つぶしを僕らも一緒にやってみようというコーナーです。クロちゃんたちが暇な時は何をやってるのか、みんなで遊んでるのかな、どうやって暇つぶししてるのかななんて想像してる皆さんもいるかと思います。さっきドラマではクロちゃんはめちゃくちゃ忙しいみたいなこと言ってましたね。そりゃそうですよ、裏ボですからね。裏ボ、忙しいですよ。さあ今回する暇つぶしはですね、こちらでございます。ペットボトルフリップバトル。バオ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 。何が？いやもういいじゃん、そこは雰囲気で感じてよ。なんか火が出る装置みたいなイメージ。ライブとかでね、よくある。そう。ちょっとその前にじゃあパンオーもいじってよ。小規模でしたけど、パンオーもそこはいいんだ。伝わったんだ。さあこちらですね、 TikTok や Instagram など SNS を中心に人気のペットボトルを使ったバトルでございます。お互いにペットボトルを回転させるように投げ、机に立たせることができれば中央にあるお菓子を自分の方へ一マス動かすことができる。より早くお菓子を自分のゴールまで持っていけた方の勝利ということで、勝利すればなんとお菓子を獲得できるぞということで、どんなお菓子かな。いやこれはあれですか、札束に変更は可能ですか？ケンさん、お菓子の中身が。そうよ、皆まで言うな。そんな番組ある？なんで隠す必要があるのよ。こちら SNS だとですね、いろんなバージョンのチャレンジが流行ってるらしいんですけれども、知ってましたケンさん？なんか何かしらだいぶ前からね、ペットボトルチャレンジはもうありましたけれどもね。でもこういうなんかこう形式なのはね初めてかもしれない。一マスずつ動かしてみたいなのは初めて知ったかも。ということで早速ですがやっていきましょう。負けませんよ。さあ準備が整いました。こちらね、真ん中にありますお菓子、こちらね今から一斉のせいでドンスタートってなったらもう2人とも好きなタイミングで投げていきます。すごい色だね。すごい色。私の体から取りました。体から取っても緑色にはならんよ。俺どうなっちゃうの？黒い液体。もう怖いですね。で用意していただきました。これでこう投げた時にこう成功したら自分の方にこれを1個移動できる。回転させてね。でその後にケンさんがなったらこのケンさんの方にこう戻ると。だからこう3連勝しないと勝てないというかね。なるほど、そういうルールなのね。なのでもう一刻も早くもうとにかく投げた方がいいかなというね。ただ精度はどうなのかっていうところで面白いね。やっていこうと思います。負けません。こちら今回のお菓子ハリバオさん。美味しいよね。青い青い爽やかブルーベリーね。
よし、もうグミ声優としてはこれはね負けられない戦いです。そうですね。もちろんこれはもう食べましたよね。まだ僕もまだかい。さあじゃあ早速やっていきましょうか。やっていきましょう。はい。よし、じゃあいきますよ。よーいスタート。むずい。むずい。あ、これむずい。あれ？なるほどね。ちょっとあれこれいや座ってるからさ、これなんかそのあれなのよ。何？いや座ってるからさ。いやちょっとこれ座ってるからほら座ってるからちょっと待ってよ。嘘でしょ。惜しい。いやだから座ってるからよくないんじゃないこれ。これ嘘でしょ。よっしゃい。むずっ。いけるよいけるよ。こんなむずい。ちょっと待って。ちょっと待って、嘘でしょ。今言ったの。今絶対言っちゃった。言ってない。ずるいよ。言ってない。絶対後でちょっとねチャレンジしてよ後で。絶対今の言ってたって。よし。イエーイ。いや今のも言ったでしょ。言ってないって。痛いよ。じゃあ俺今手で直しました。今手で直しました。ちょっとジャッジ聞きましょう。どっちですか今の。イエーイ。すごい心拍数上がった。俺の方が多くないかな。ちょっと俺の方が多かった。めちゃくちゃイチャモンっすか。はい、もう完全にもうね、だって1回は許したもんだって。1回だって俺立ててたのに公演したからね。ほんとちょっとじゃあ今のちょっとスローでご覧ください。どうぞ。ほら。そうスポーツではそういうのやっぱ当たり前なんでやっぱ。フィジカルコンタクトは多少はしょうがない。いかに相手を欺けるか。鮮やかな悪に染まってるから。そうマリーシアっていうんですけどサッカーのね。そういうプレーです。なんか丸め込まれてしまったな。いいじゃないですか、勝ったんだから。まあね、やっぱりね。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあこれいただいていいんですか。いいですよ。じゃあおいしくいただいちゃいますよ。おいしく。揚げ足すごい取るな。いや今ちょっと味の感想ね。鮮やかな青に染まってますね。いい香り。美味しい。やっぱハリボー美味しい。何味？弾力があって爽やかなブルーベリーの味がします。そのまま書いてあることを言ってますね。はい。じゃあぜひね、お家でもたくさん食べてください。はい、ということで今回はペットボトルフリップか。ボトルフリップバトル。一個も合ってないじゃん。ねえ。負けたからって全て力を持ってかれてません。もうね出し尽くしちゃった。はい、ボトルフリップバトルで暇つぶししましたけれども、いやなんかシンプルでしたけど。もうなんかこういう白熱しましたね。面白かった。いやぜひだからまた今後ねこういう感じでバトルの形式もあれば2人で一緒に何かするとかもね、あると思いますので、暇つぶしこれからもお付き合いいただければと思います。以上クロちゃんの暇つぶしでした。悔しいです。バスカフェローズレディオショー。さあお送りしてきましたバスタフェレディオショー。お送りしてきましたお送りしてきました
ちょっとね江戸弁スタイルでねああそうなんですね。お送りしましたけど、うんお送りしてきました、はいバスタフェレディオショー、そろそろ終了のお時間でございます。いやあっという間だな。あっという間でございましたね、番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。僕たちへのメッセージやコーナーへの投稿、その他バスタフェに関することなど何でも OK です。はい、アドレスは bfr@joqr.net でございます、詳しくは概要欄をご確認ください。はい、さあということでバスタフェレディオショー、初回の配信をね、お届けしましたけれども、いかがでしたか？いやー、なんて言うんでしょうね、やっぱ映像になるとちょっとやっぱ違ってきますね。そうだね、新鮮だし、やっぱりいろいろ気にするところも増えるし、そうですね。ただまあ冒頭にも言いましたけど、いろいろやっぱり映像だからこそお届けできるっていうね、なんかインフォメーションとかよりね、こう視覚的に皆さんにお届けできるからそうですね、いいですよね、それね。そうだからね、今後もたくさんね魅力的なグッズも出ていくでしょうし、そうですね、なんなら食レポとかね、そういうのももしかしたらそうあるか、かもしれないし、コラボそうね、ご飯とかお菓子とか、まあ飲み物ともしかしたらかもそうですけれど、そうだいろんな方向からねねいけますね。だから今後ね、何か出た時に例えばよ、プレイ動画をそれもできますよ。ね、そう一緒に楽しむみたいなことも、フルサークルとかね、それこそね。さすが察しがいいですね。そういうことでしょうね、控えてますからね。もう今後もねいっぱいありますから、お伝えしたいことは。そうですね。なのでね、今後ともよろしくお願いいたします。はい、次回の配信につきましてはバスタフェローズ公式 SNS などでお知らせいたしますので、アカウントフォローの方よろしくお願いいたします。あと白井くんの YouTube もフォローお願いします。よろしく。なんで急に優しくしてくれたの？いつも優しいだろ。ありがとう。押し付けがましく、いやありがとうございます。さあ今回の配信は以上となります。ここまでのお相手はリンボフィッツジェラルド役のケンとスケアクロ役の白井祐介でした。バイバーイ。